そろそろキャナリーの資質に戻るべきだろうという考えが何度かよぎりはしたが、結局好奇心に駆られるままあてもなくさまよい続けることになった。どこをどう回ったのかは定かではない。同じ光景を何度か目にした気がする。ともあれ、キャナリーにようやく再会できたのは、遠目にも美しい花壇を目指して歩み寄ろうとしていた時だった。キャナリー、どこに行っていたの？部屋に戻ったらいないし、心配してたんだから。ごめんなさい。学園の中を見て回りたくて。大胆ね。とにかく見つかってよかったわ。キャナリーは少し息を弾ませていた。おそらくアルエットを探し回ってあちこち巡ってくれたのだろう。アルエットは好奇心のままに放浪したことを反省し詫びようとした。が、キャナリーはそれを遮るようにすっきりと笑った。私もあなたのことを長く放っておきすぎたわね。学園を案内するって話だったのに。じゃあ早速行きましょうか。キャナリーはのんびりと歩き始める。幸いにもその行く先はアルエットは気にしていた花壇の方向だった。この学園はプエラリウムと呼ばれるわ。より良い生活に役立つメイデンを育成する場所なの。プエラリウムという名前は時計隊でルクから教わったし、メイデンについても何度か耳にした。けれどこうして改めて教えてもらえるのはありがたい。アドラー先生がおっしゃっていたわね。メイデンは一人でも多い方がいい。世界にとってメイデンの育成は急務だって。前にも言ったけど、誰にでもなれるものじゃないのよ。素質が必要なの。そしてアルエット、あなたはさっき増加室で自分の素質を証明したのよ。おめでとう。追い出されなくてほっとしたわ。アルエットの発言は軽口のようでいて本心だった。依然としてなぜどうやって国交へ来たのかは思い出せない。けれどここを目指していたという使命感に似た認識は自我の一端をつかんだ瞬間から存在した。故にアルエットは行く当てを失ったまま追い出されることだけをずっと恐れていたのだ。メイデンってあんな風に何もないところから花を咲かせる人のことを言うの？まあ、おおむねそうと言っていいかも。正確には花だけじゃなく、もっとたくさんのものを作り出すの。メイデンの役割は人々の生活を豊かにすることだから。花を咲かせて庭を彩ったり、快適な衣服を用意したり、愛玩用の機械動物を作ったりね。そんなことまでできるの？アルエットは目を丸くして感心する。思っていたよりもずっと多岐にわたる能力だ。適性ありとされたということは、いずれ自分もそんなことができるようになるのだろうか。やはり実感は湧かない。そう、エテルってわかる？万物の元になる元素のことなんだけど。耳なじみのない単語だった。頭に叩き入れながら首を横に振ると、キャナリーは安心させるように微笑む。大丈夫よ。そういうものがあるとだけ理解してもらえれば。検査の時にあなたが座った乙女の玉座はエテルを蘇生し物質に変えることができるの。それが増加という技術よ。エテルを物質に増加？
アルエットは呆然と反芻する。キャナリーは宣告から何でもないことのように説明しているが、アルエットはそもそも虚空から物を作り出すというとんでもない現象も消化しかねているのだ。けれど乙女の玉座は自分で判断して増加できるわけじゃない。誰かが何を作るべきか判断してその詳細を思い浮かべて伝える必要があるの。その役目をするのがメイデンというわけ？その通りよ。玉座は物を作り出す装置。作るものを伝えるのがメイデン。そうすればエテルという物質が思い通りの形を持って現れる。アルエットは得た知識を吸収するために自分なりの言葉に言い換えてつぶやく。そうこうするうちに適性検査の感触が急に生々しく蘇った。名目し闇の向こうに花を想像したこと。本当にそうなったらいいと無邪気に湧き立った心境。次の瞬間、視界いっぱいに叩きつけられた懐かしさを伴う多彩な色彩。休息を取り、平静を取り戻した今、あの時の自分を俯瞰して気づけることがあった。アルエットは失われた記憶の中から花のある光景を思い浮かべたのだ。そして何者かがその映像をガラスドームの中に具現化した。記憶だけを頼りに絵を描く時の状態に近いかもしれない。対象を思い浮かべてなぞらえるように手を動かす。造形化では素描の代わりに本物が出現する。不思議な話だけどわかるわ。適性検査の時そんな感じだったから。適性検査で花を生み出すように求められるのはそれが最も初歩的な増加術だからなの。花を咲かせられなければ決してその先には進めないと言われているくらい。キャナリーは足を止めるとやや右方へと目を向けた。アルエットもそれに倣う。そこにはアルエットが目指していた花壇があった。円形の花壇が壇上に重なる構造で、中央に移動用の階段がある。その花壇のすべてが凛々しい真紅と新緑とに飾られていた。張りのあるノコバとバラの群れだ。このバラも生徒が咲かせているの？ええ、そうよ。それぞれ区間を受け持つ形で。あなたもきっと自分のバラをここに咲かせることになるわ。整然と立ち並ぶバラたちは一見して同じ顔ばかりのように見えたが、しばらく眺めるうちに細やかな差異があることに気づいた。色が濃いもの、薄いもの、画面の開きが派手なもの、つつましやかなもの、整ったもの、どこかいびつなもの。最もわかりやすい個性を宿しているのは枯れたバラだった。他の花の影に隠れ、茶色くしなびた頭を申し訳なさそうに垂れている。腕が未熟なほど短い時間で枯れてしまうの。でも担当の生徒が気づいたらすぐに作り直すと思うわ。アルエットの視線に気づき、取りなすようにキャナリーは説明した。枯れていなくても新しく作ったものと入れ替える子も多いわね。こうして展示しておくと、作った時にはわからなかった欠点が目について直したくなってしまうものだから。そうして経験を積むほどに美しい花を作れるようになるし、寿命も伸びていくの。
だから、いつか一輪の欠けもない完璧な花畑が見られるはずよ。アルエットの眼差しはどんなバラに対しても等しい環境を帯びて、一つ一つを愛おしげに観察する。やがてある一角を指さして問いかけた。この辺りは特進クラスの受け持ちかしら。そうよ。その辺りは私の担当。にこやかに説明していたキャナリーの顔に初めて影が差す。対してアルエットの瞳は強い憧れを宿し、ますますきらめいていた。とても綺麗ね。色が優しくて、見ているとほっとするわ。そう？ありがとう。先生にはもう少し赤みを強くするよう指導されているんだけど、なかなか。目指すところは少し右の奥にあるアベルラのバラね。目に焼き付くような美しい赤でしょ？ええ。確かにすごいわ。アルエットは簡単のため息をつく。その真紅のバラは整った形の奥にどことなく激しさを感じさせた鮮やかすぎる色彩のせいだろうか。花の形をした炎のようだ。清楚でつつましやかなキャナリーのバラといい、造花は作り主に似るのかもしれない、とアルエットは思った。だとすると、適正試験の際に自分が作り出した野の花たちの暴走とも言うべきあのありさまはと、あらぬ方向に滑り出した思考は次の瞬間、跡形もなく散った。あそこの花は？それまで順繰りに花の顔を眺めていった流れに逆らい、アルエットは違う段のバラを指す。なんとなしの視線が急に吸い寄せられ、それを見つけた瞬間、離せなくなったのだ。それはルクのものよ。誰にも真似できない唯一無二の美しいバラ。第一にやはりという思いが胸を突き上げた。キャナリーのバラは優しさ、アベルラのバラは激しさの具現化。だとすればこれはまさにルクのバラだろう。ここ、そんな形容が自然と浮かぶ。そのバラは他のどれとも違う不思議な光沢を宿していた。降り注ぐ日に透けたというよりも自ら発しているような、むしろ氷や宝石に似た硬質な光。こんなにも赤いのに指先に凍るほどの冷たさを想像したのはきっとその輝きのせいだろう。綺麗ね。あんなバラ見たことないわ。彼女のバラだけは一度も枯れたことがないの。入学時に咲かせて以来、今までずっと。すげえな。もしかしたら、このまま永遠に咲き続けるのかもしれないわね。永遠の花、それもルクらしいと思う。彼女のことなど知らないのになぜそう思うのだろう。アルエットは得体の知れない胸騒ぎを感じながら、ただその冷たい深紅に見入った。どうしたの？いいえ、なんでもないわ。キャナリーに声をかけられたアルエットは夢から覚めたように瞬きをし、我知らず前のめりになっていた体を戻す。そしてキャナリーに学園案内の続きを促した。ここに来れば、課題のための参考資料は大抵手に入るわ。もっとも、とても難しい課題だと、探すのに苦労することになるでしょうけど。アルエットの口から簡単のため息が漏れる。一度目にした光景ではあるが、塔のようにそびえる中央の書家も、
見渡しきれないほどに広がる外周部の書家も圧巻の一言に尽きる。すごい本の数。これだけあるとかえって迷ってしまいそうね。課題ってそんなに広い知識を求められるものなの？そうね。頭に思い浮かべたものを形にするのがメイデンだから、より詳細で正確な知識を広い範囲で持っているに越したことはないわ。だって知らないものは作れないでしょ？それに仕組みを知っていた方が機能面でもうまく再現できるし。ああ、それは大変な知識がいりそうね。アルエットの視線が外周部の通路に向かった。もうそこに燃えるような赤毛は見当たらない。そういえばさっきここに来た時、ロビンがいたわ。一心不乱に本を読んでたけど、きっと課題のためだったのね。そうね。ロビンの名前を出した時、キャナリーの顔が一瞬だけ曇った。課題のためというのもあるでしょうけど、ロビンは単純に知識を吸収するのが好きなのよ。課題がなくたって好んで本も読んでいるわ。勉強家なのね。ええ。彼女の作れる花の種類は多様で、その一つ一つが図鑑から抜け出したように緻密だわ。へえ。アルエットは少し前に口にしたロビンの横顔を思い浮かべる。霊産軌道や増加室での優等生的な印象とは異なり、図書館で出会った彼女の言動は崩れたものだった。解剖図鑑をめぐるやりとりでは、知己すら覗かせた。本に注がれる金色の眼差しは情熱に満ちていて、一層猛禽なくらいだった。本質的に貧困法制とは言い難いが、必要に応じて如才なく振る舞えるのだろう。この厳格な環境において外見を整えるのは最も頼もしいしたたかさと言える。アルエットにはそれよりも気になることがあった。ロビンがキャナリーに向けてたまに発する剣についてだ。言いにくいことを言うわ。気に障ったらごめんなさい。ロビンって、キャナリーに対してだけトゲがある気がするの。恐る恐る切り出すと、キャナリーはほんの少しだけ瞳を陰らせ、うつむいた。指摘されることを予想していた風でもある。気のせいじゃないわ。私、嫌われてるのよ。どうして？こんなに親切で優しくて、あなたを嫌いになる人なんていないでしょ？ありがとう。でも、ただ気が弱いだけなのよ。それに。キャナリーは口ごもり、ぽつりと付け足す。ロビンには嫌われても仕方ないって、私、なんだかとても納得しているの。どうして？どうしてかしら。理由は自分でもよくわからないわ。あまり考えないようにしているの。そう。栗色の髪の合間に見える肌はますます白く、儚げな造作と相まって優秀の絵画のようだ。割り切ったような物言いだが、それでもロビンから向けられるトゲは相応にキャナリーを参らせているというのがアルエットの受けた印象だった。行きましょうか。隠れ声で促すとキャナリーは安堵したようにため息をついた。校舎には一度来ているわね。ここには
学びのための特別教室があるのよ。廊下はまっすぐに伸び、高い天井に足音がよく響いた。左右にはガラスをはめた扉が並んでいる。キャナリー曰く、特進クラスにとって用がある部屋は限られているらしい。さっきあなたも言った増加室の他に、服飾室、機械室、座学室があるわ。座学室以外では様々なものの増加を自由に試せるの。とはいえ、今のところ中庭のバラ以外、作ったものを残すことは認められていないわ。作業を終えたら、必ずドームの中のものを分解処理してね。そういえば、適正検査の時もアドラーがドームの中の花を消していた。と思いつつも、アルエットは一抹の違和感を拭えない。思い浮かべたものが形をなし、操作一つで跡形もなく消えてしまうという事象そのものに、そのあまりにも簡易な生と死に。生と死という捉え方が良くないのだろう。絵の上達のために素描を繰り返すようなものだと気持ちを切り替える必要がある。アルエットの内心の葛藤には気づかず、キャナリーは手近なドアを開けた。そこは初めて訪れる場所だった。広い空間にたくさんの配管、かすかなうなりを上げる大きな木箱という構造は増加室と同じだ。異なるのは中央に設置されたガラスドームと椅子の代わりに巨大な装置が置かれている点だった。装置は少しいびつな楕円で、片側は流線形にはまり、片側はずんぐりと丸い。表面は鈍い金色をしていて、エメラルド色の光の光線が動脈のように走っている。座学室は装置を使った資料の閲覧ができるの。この資料というのがよくできていて、あなたきっと驚くわ。キャナリーは声を弾ませ、アルエットの期待を煽る。その座学はこの装置を使って行うのだろうというところまでは見当がついた。大きさと形状からして中に横たわって学ぶのだろう。そんなことを言われたら気になるわ。今体験してもらってもいいんだけど、いえ、やっぱりやめておきましょう。時間がかかるし、学習内容に関わることだから、アドラー先生に説明してもらった方がいいと思うな。そういうことなら楽しみにしておくわ。キャナリーが次に案内したのは3度目の大人となる増加室だった。扉のガラスから覗くと、椅子の上に人影があった。誰かが使っているようだ。一度使ったこともあるし、案内は必要ないとアルエットはキャナリーに伝えた。キャナリーも先客の邪魔にならないか気をもんだらしく安堵したように承諾する。さっきもう一度増加室に行ってアベルラに会ったの。綺麗なバラを咲かせていたわ。残念ながらすぐに気づかれて枯らされてしまったけど。淡々と伝えたつもりが心の限りは声に滲んだ。宣告のようにドアを開ける前に中の様子を伺っていたら、あんな不幸な開口は起こらなかったのだ。大丈夫だった？何か言われていない？言われたわ。トゲだらけのバラみたいな人ね。まさにそうね。アベルラはなんていうか、いつも必死だから。必死というのはキャナリーらしい優しい表現だとアルエットは思った。
けれどそんな風に本当に捉えた方がアルエットとしても気は楽だ。さっき増加室を使っていたのなら、それはあなたへの対抗意識からでしょう。あなたの検査の結果を目にして、今の自分と比較したくなったのよ。ほら、やっぱりね。そうなの？でも、比べられるようなものかどうか。アルエットは首をかしげる。自分が咲かせた名もなき花の群れとアベルラの一株のバラはまるきり違うものだ。自信家だけど、ずっと気を張っているのよ。いつ人に抜かれるかわからないから。彼女にとって、それは絶対にあってはならないことだから。アベルラは、誰よりも真剣にエバーメイデンを目指しているの。エバーメイデン？アルエットはその響きを口の中でもてあそんだ。馴染みのないはずなのに不思議と懐かしい、そんな奇妙な感覚があった。古い言葉で、とこしえの乙女という意味だそうよ。この学校の卒業生で、最も成績優秀と認められた者に贈られる称号なの。私たちにとっては、何よりの名誉だわ。アベルラは、その有力な候補なのね。ええ、そう。名目上は、特進クラスの生徒がその候補ということだけど、きっと、ルクかアベルラのどちらかになるでしょう。ルク。その黒い立ち姿がアルエットの脳裏をよぎった。あの霊産軌道の裁判じみたやりとりでアルエットの処遇を決定づけたのは彼女の意見だった。ルク自身が言った通り温情によるものではなく規則を優先したがゆえの合理的な判断だったのだろう。けれどアルエットを救ったことに変わりはない。場の流れに逆らうような意見が通ったこと自体、ルクの発言権があってこそだ。あの鋼のようなアドラーでさえ彼女には一目置いているようだった。ルクがまとっているケープは、首席にのみ着用が許されるものなのよ。彼女がいなければ、アベルラが着ることになったでしょう。じゃあ、ルクが1位で、アベルラが2位。そう。あとは、ロビン、私、マコ、パボーネと続くわ。もっとも、あなたが特進クラスに入れば変動するかもしれないけど。それぞれの顔を思い浮かべていたアルエットは、不意打ちの言葉に小さく息を飲んだ。他人事のような陽気さが一瞬で無散する。私、本当に特進クラスとやらに入れられてしまうの？検査の時の数値が基準を超えれば必ず入ることになるわ。あなたは余裕で超えていたわね。数値って？キャナリーは指を3本立てて一つずつ折りながら説明する。一度に変換できるエテルの量、造形の精密さ、群体を作った際のバリエーション。あなたの場合、前2つも素晴らしいものだったけれど、特にバリエーションに秀でていたと思うわ。そもそも普通は、適正検査の段階で複数の花を咲かせられないもの。やっぱり。あれは本当に綺麗だったわ。色とりどりの花がガラスドームいっぱいに咲いていて、あんな光景、私初めて見た。きっとキャナリーは本心から褒めてくれている。けれど褒められるほどにアルエットの中の不安は癒ました。こんなことを言うのは傲慢かもしれないけど、怖いわ。ああ、あなたからすれば見知らぬ場所の馴染みのない価値観で
突然持ち上げられたわけだものね。私が元からいた生徒だったら不満だわ。確かに、それは、そうね。朝食の席でアルエットが適性を持っていて入学が認められたこと。特進クラスにふさわしい数値を出したことが発表されたはずだ。キャナリーの歯切れの悪い相槌と頬のこわばりは、その時の空気を思い返したせいだろう。しかし、アルエットの心細げな眼差しに出会うと、キャナリーははっと息を飲んで表情を引き締めた。しばしの沈黙を挟んで、彼女は再び口を開く。私たちはまだ未熟だから、優れた人に対する嫉妬や、見知らぬ者への怯えを捨てきれないかもしれないけど、考え、言葉を紡いでいるのが伝わってくる。けれどみんな、自分の醜い感情を捨てたいと思っているはずだわ。そして、それはいつかきっと実現できる。時間はかかるかもしれない。でも、その間にあなたが嫌な思いをしないよう、私、できるだけのことはするから。キャナリー。キャナリーの組んだ指先が血色を失っている。早朝、03軌道での一幕を鑑みるに、キャナリーは周囲の重圧を跳ねのけてまで我を通す性質ではないのだろう。にもかかわらず、アルエットのために立ち向かうと言ってくれたのだ。その細い体はやがて来るべき時を想定しているのか、わずかに震えてさえいた。ありがとう。礼を述べると、キャナリーは儚い花のように微笑む。アルエットはこの器用な少女になるべく辛労をかけまいと内心で誓った。